今回は今が旬の柚子を丸ごと使った柚子ジャムの作り方をご紹介します。柚子は果肉も果汁も少ないので、黄色い皮の部分のみ使う用途がほとんどかと思います。しかしその柚子の中の白い綿などにも素晴らしい健康成分がたっぷり含まれているんです。そこで今回はこの柚子の栄養を丸々取れるような、お砂糖も使わない健康的な柚子ジャムを作っていきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ジャムを作り始める前にまずは瓶を消毒しておきましょう。お湯を沸かした鍋に瓶と蓋を入れ5分ほど煮沸します。蓋はプラスチック製など熱に弱い場合は熱湯に入れずアルコールなどで消毒してください。5分経ったら逆さにしておき冷ましておきましょう。今回は柚子を 500g 使って作ります。柚子は捨てるところが全くないと言われる優秀な食材です。今回外の皮まで全て使うので表面はきれいに洗っておきましょう。部分的に傷んでいたりする場合は包丁でくり抜いておきます。後で果汁を絞りやすいようにコロコロしておきます。こうすると皮と果肉の間に隙間ができて果汁を無駄なく絞ることができます。柚子を半分に切っていきます。柚子の中は種がぎっしり。こんなにたっぷり入っていました。この種を一つ一つ取り除くのは大変なので、ざるや茶こしの上でぎゅっと絞っていきます。先ほどコロコロしたこともあり、果汁はたっぷり出てきます。皮が破けてぺしゃんこになるくらい絞り切ります。絞り終わりました。結構奥の方にも種が隠れているのでスプーンなどを使い取り除きます。種も後ほど使いますので捨てずに取っておいてください。ヘタを取ったら次は柚子の皮を刻んでいきます。細めに切ると出来上がった時に全体がとろっとしますが、厚めにザクザク切ると食感も楽しめます。お好みの細さに刻んでください。柚子の苦味成分であるヘスペリジンは白い綿や筋などに多く含まれ、血管を強化したり血流促進、高血圧の改善、中性脂肪や悪玉コレステロールを下げる働きがあります。柑橘類に幅広く含まれるヘスペリジンですが、柚子にはダントツで多く、みかんの20倍とも言われます。また柚子にはペクチンが多く含まれます。水溶性食物繊維として腸内の善玉菌を増やしたり、その善玉菌によって短鎖脂肪酸を作ることから腸の上皮細胞を活発化させ、抗炎症作用などさまざまな生理機能を発揮します。こんなに素晴らしい柚子を丸々効率よく摂るにはジャムがおすすめです。こちらの柚子の種も使います。このようなお茶パックがある場合は
この中に種を半量入れてください。お茶パックがない場合はキッチンペーパーで代用できます。半分に折ってからさらに半分に折ります。下の方に折り目をつけます。端から2番目のマスに柚子の種を半分入れます。先ほど折り目をつけた下の部分を折ってから端から順番に折りたたんでいきます。そしたらこちらの穴に反対側の端っこを入れるだけです。白いキッチンペーパーは漂白剤で白くしているので、無漂白のキッチンペーパーがおすすめです。スーパーでも売っています。簡易的ですが、これでお茶パックの役目は果たしてくれます。余った柚子の種は冷凍しておくか、別のお料理などに活用しましょう。柚子の種の活用法は別の動画でご紹介しています。概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければぜひご覧くださいね。今回は砂糖不使用のジャムということで、みりんと蜂蜜で甘みをつけていこうと思います。みりんはアルコールを含んでいて、食材に早く浸透する性質があります。柚子のえぐみを消してくれたり、火が通りやすくなったりする効果もあるんですよ。一般的な柚子ジャムは苦味を取るために一度茹でこぼしたりするんですが、この苦味も栄養成分なので、茹でたりすることで栄養も流れてしまいます。なので今回は茹でこぼすことなく栄養を閉じ込めます。お鍋の中が煮立ってきて、みりんが柚子に浸透してきたあたりで、先ほど絞った柚子果汁を入れます。柚子の大きさによってはあまり果汁が入っていない場合もあります。今回は果汁が70ミリくらいあるので、水を130ミリ足して合計で200ミリになるようにします。ここに先ほどペーパーで包んだ柚子の種も入れます。柚子が焦げつかないように混ぜながら煮詰めていきます。柚子の種はペクチンが豊富なので、加熱をしているとどんどんペクチンが溶け出して全体にとろみが出てきます。弱火で10分ほど煮込みました。ヘラを入れた時に鍋底が見えるくらいまで煮詰めれば OK。10分経ったら柚子の種は取り出しましょう。煮ている間に水分が減りすぎてしまうと焦げてしまうので、そうなった場合は様子を見て水を足しても大丈夫です。ここで味見をして皮の硬さと甘みを確かめてみてください。もう皮は柔らかくなっていたので火を止めてしまいます。柚子の皮の厚さによっても煮る時間は多少前後しますので、食感を確かめながら調整してみてください。火を止めたら蜂蜜を入れます。蜂蜜は別の甘味料で代用していただいても構いません。蜂蜜は大さじ2杯でおおよそ 50g です。今回は大さじ4杯で約 100g 入れます。100g 入れると甘さ控えめで柚子の苦みも感じられるくらいの出来上がりになります。しっかり甘くしたい場合は大さじ8杯で 200g くらい入れるといいと思います。
この後はもう煮詰めたりしないので、味見をしながらお好みの甘さに増減してみてください。しっかり混ぜ合わせたら完成です。こんな感じになりました。冷えたら固まるので、少しゆるいくらいにしておくのがベスト。煮沸消毒をした瓶に移します。熱いまま瓶に詰めてすぐに蓋をすれば中が真空状態になるので、蓋を開けなければ3ヶ月以上持つと思います。開封後は冷蔵保存で1ヶ月以内に食べきるようにしてください。大量に仕込んだ場合は冷凍すれば1年くらいは保存できます。出来たての柚子ジャムいただいてみます。部屋中が柚子の香りでいっぱい。柚子の香りって癒されますよね。さっぱりしてちょうどいい甘み。そのままスイーツとしていただけるくらい美味しいです。柚子茶にしていただいてみます。甘さ控えめなので少し多めに入れます。このまま飲んでも美味しいんですが、ここにおろし生姜を入れるのがおすすめです。おろし生姜を少し入れて、さらに体が温まる効果をプラス。生姜のピリッとした味がこれまたよく合うんです。体の末端からじんわり温まりますよ。ヨーグルトに入れたり、アイスクリームにかけたりといろいろ活用できると思います。豚肉や鶏肉のソテーにソースとして添えても美味しいですよ。今回は砂糖不使用の健康的な柚子ジャムをご紹介しました。甘みの調整もお好みなので、ぜひお好きな甘さで作ってみてください。最後までご視聴していただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。